さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。皆さんが2023年も東宝プロジェクトを楽しんでもらえるように、新たな気持ちで頑張っていくので、どうか今年もよろしくお願いします。今回は初心に戻ってコーマ缶組について解説していきますよ。レミリア・スカーレットを筆頭に他種族が住まう不思議な館に住むメンバー。人気投票では道中の小悪魔を抜けば、なんと全員20位台に入る超人気のメンバーたちだよね。古参キャラだけに書籍やゲームでも大活躍のコーマ缶組。そんな彼女たちの魅力と関係性の秘密をシャッターに収めていきますよ。それでは早速授業開始です。では、まずはじめにコーマ館という建物について軽く解説しておこうと思います。コーマ館は赤く窓の少ない洋風の館となっていますよ。窓が少ないのは主人が日光が苦手なので窓を少なくして遮断しているんだよな。レミリア・スカーレットが主で、彼女と共に仲間たちとこのコーマ館は幻想入りしました。妖怪の山のふもとかつ、霧の湖のあぜに立っているのです。どうやらプリズムリバー邸に近いようだぜ。プリズムリバー三姉妹もある意味外の世界から来ているので、おそらく漂流しやすい場所なんでしょう。内装も赤を基調としているのですが、外観に比べて広く見え、これは昨夜が能力で空間を拡張しているためです。質より量の精神で多数の妖精メイドが働いているんだけども、あまり役に立っていないようだぜ。エントランスホール舞台付き、大図書館、地下室などの内装が判明していますね。また時計台もあり、夜中には鐘が鳴らされるぜ。その頃にスカーレット姉妹が目覚めるというわけですね。コーマ館の近くで住むと、目覚ましで夜中目が覚めてしまいますね。ここでは定期的に社交パーティーが行われていてたくさんの種族が集まってきますよ。東方暴月賞を見ると、単独が好きな風見優香や、閻魔の四季様、森谷一家ととんでもない方々も来るほどで幻想郷の名物の一つとなっていると思われますよ。そんなコーマ館のメンバー基本構図としては、社長のレミリア・スカーレット、その妹君であるフランドール・スカーレット、友人のパチュリーノ・オレッジ、その従者と思われる小悪魔、メイド長であるイザヨイ作や、同じく従者にして門番を務める本命輪、といったような構成となっていますね。やはりコーマ館は他種族の者が住む異質な組織となっているな。魔法使い、ヴァンパイア、悪魔、謎の中国妖怪に、人間といったようにグローバル企業といったところだぜ。このコーマ館の主人はレミリア・スカーレットで、種族的に頭はいいのですがまだまだ幼いので、実質的にはメイド長のイザヨイ作也が仕切っていますよ。幻想郷でもかなりの数のキャラクターを構成要員として持っている勢力だぜ。内部が洋風であったり、純粋な魔に属する妖怪が主人を務めるなど他の施設にはない特徴を多く持っていますね。それではここからは、コーマ館組のメンバーの詳細とメンバー同士の関係性について解説していきますよ。メンバー同士の関係性はあまりにも気になるぜ。まずはじめに紹介するのは、コーマ館の門番をしている妖怪の本命輪です。具体的に何の妖怪なのかは不明となっているぜ。どうやらセリフから一食い妖怪らしいですね。コーマ館の花畑の管理も行っていますよ。温和な性格をしていて、コーマ館 F 4侵入や喧嘩を売ったりしなければ襲ってくることはなく、人間相手でも愚痴を聞かさせられるほど親しく話したりと、非常におおらかなお姉さんといった感じです。近所にこんなお姉さんがいたら毎日挨拶しに行きますよ。また武術の試合を申し込まれたりしていて、レミリアはそれの観戦をするのが好きだそうですね。ちなみにメイリンは妖怪では珍しく、何か尖った強さではなくてバランス型タイプ。このことから、何か一つ尖った妖怪は苦手だが、レイムやマリサのような人間相手にはめっぽう強いようだ。また排水の陣という最強のタクティクスも使ってきますよ。これが伝説の排水の陣か。またメイリンはよく寝ているという設定を見かけますが、愚問式の目撃情報にて、昼間にコーマ館を見ていたら門番が寝ていたという情報があるので公式設定です。門番の役目果たせず、コーマ館のメイドである昨夜には丁寧語で話すんだが、上下関係は未だに謎だよね。しかし3月生では昨夜が仕切っていたので、おそらく昨夜の方が上のような気もするけど、真相はいかに、またお調子者な一面もあり、東方地霊記伝で昨夜がパチュリー殺害未遂容疑で捕まった際は、危機として問い詰めたりしていました。その時は敬語をやめて容疑者扱いしてて笑ったよ。また昨夜によると、紅茶は自分で入れるらしく中華娘に似合って、霊夢のお払い棒並みに長い紅茶ポットで入れているぜ。お嬢様の関係性としては東方悲壮転則で衝撃的なことが分かったのですが、なんと主のレミリアとは漫画の貸し借りをする程度に仲がいいようです。漫画の貸し借りっていうともうほぼ友達じゃん。レミリアは部下に優しいホワイトな社長でした。パチュリーとの関係もかなりフランクで、メイリンが寝ていることも知っていますね。そして二次創作では性格がマッチしていたり、二次という関係性からフランドールとの関係性が語られますが、公式ではフランと本メイリンの関係性は謎でした。しかし、なんと現在進行中の東方地霊記伝でついに書かれていて、とんでもなく重要なことが暴露されたのです。なんだっけ？めっちゃ気になるよ。コーマ館では怨霊の宮出口に襲われていて、
本メイリンも襲われたのですが、フランがその邪気に気づいてメイリンの喉元をがっつり持つのです。今思い出したけど、その場面めっちゃやばいよな。フランがなぜメイリンに攻撃したかというと、メイリンがついにその正体を表した、と思い攻撃したとのことです。この部分はマジでビビったぜ。やっぱり妖怪にしては異質すぎるメイリンは何か隠し持っているってことだよな。公式上でこのことが語られるなんてめちゃくちゃ貴重すぎるぜ。20年間未だに謎だったこのメイリンという妖怪が公式的に設定を拾ったのはえげつない話ですよ。最初見た時本当に驚きすぎましたもん。まさかフランとメイリンがサデズムしてたので。いやそういうプレイじゃないからね。それでは次に紹介するのは、同じく従者にしてメイド長であるイザヨイ咲夜です。高魔館のメイド長をしている人間、高魔教時点で10から20歳となっているぜ。高魔館に住んでいる唯一の人間でありながら、高魔館の一切を取り仕切る立場にありますよ。自身の能力も利用したメイドとしての仕事は完璧。二次創作ではクールビューティーで書かれることがあるんだが、原作ではどちらかというとマイペースで天然な性格をしていて、周囲の人間を困惑させることもあるぜ。自分が幽閉されても、キッチンがメイド妖精に荒らされないか心配しているというお茶目さを持っていますよ。レミリアには生涯の忠誠を誓うとともに、生涯人間であることを宣言しています。高魔教のテキストによると、10、20年ほど人間をやっているという書かれ方をしていてもともと人間ではなかったような書かれ方をしているぞ。非常に人間離れした能力を持っていますが、今現在は確実に人間だということが分かりました。東方地霊気伝で昨夜も乗っ取られたのですが、その後は特に兵器だったところ人間だということが分かります。妖怪は音量に弱く、取り憑かれると消滅するか新たな存在となるようだが、人間だったから兵器だったようだ。また、イザヨイ咲夜という名前はレミリアが与えたものであり、過去の経歴は一切不明。本メイリンとは同じレミリアの従者なだけあって、親しい関係性に見えますね。昨夜が指示したことにメイリンは忠実に従っていたしな。ちなみにどちらの方が強いのか気になりませんか？それめちゃくちゃ気になる。本メイリンの勝利セリフでは、メイリン、私だっていつもは手加減しているのですよ。公式の試合なら手加減いたしません。とのことで、やはり人間相手の昨夜と同じかそれ以上の力があると思われますよ。時を操る程度の能力というチート能力を持っていても、メイリンは対応できるほどの力を持っていたのか。公式戦とはどういうことかわかりませんが、弾幕じゃなかったらメイリンの方が強いってことかもしれません。そして主人の友人であるパチュリーとはかなり信頼し合っていますね。映画ショーでは昨夜が陰口っぽい発言をしていたり、パチュリーがロケット開発の素材集めに協力していたり、奇想天で地震が起きた時はパチュリーのことを心配して出向かうほど、それは意外な関係性だな。そして一番気になるところといえばフランとの関係性ですよね。この二人って公式上あまり語られてないことから二次創作でもあまり見かけないよな。しかしこちらも東方地霊気伝で語られていて、フランとは一緒に笑って話せるほど仲が良かったのです。フランとも笑って会話できるなんてさすがはみんなのメイド長なだけあるぜ。人に役立つことを積極的にやる昨夜は誰からも愛されていることがわかりますね。さて、次に紹介するのは高魔館のメイド長に雇われている妖精メイドです。妖精メイドの話は貴重ですね。この妖精メイドという呼称は二次創作のような気がするけど、実は東方部門式で使われてることから公式的な呼び方なんだぜ。そして妖精メイドは、高魔館でメイドとして働いている妖精たちのこと。その数は不明ですが、作品によっては数百匹近い数が登場することからかなりの数が館に存在していると思われます。思った以上に雇っているんだな。むしろ昨夜の負担が増えてそうな気がするが。どうやら給料はないのですが、代わりにお茶と食事と自由が与えられていて、辞めるのも新しく入るのも自由で非常にホワイト。前回の授業で判明したが高魔館はやっぱりホワイトなんだな。高魔館で働いてみたくなるぜ。妖精メイドは今までのところ、個人の名前が明らかにされたことはなく、名なしキャラクターとして扱われていますよ。東方暴月賞では3名の妖精メイドが付き添いで登場しています。このメンバーは他の作品でもちょこちょこ出ていて可愛らしいんだよな。メガネをかけている子がいたり、髪の色などが違ったりします。特にメガネの子の隠れ人気は高いようですね。確かに、この時点でのメガネっ子は貴重だし、ドジっ子そうで可愛いよ。やはり妖精であるためかあまり役には立っていなく、上司のメイド長であるイザヨイ昨夜も妖精メイドたちは役に立たないしと語っていますね。妖精メイドは昨夜によると、楽しいことは率先してやるようです。例えば料理を作るといった楽しいことはやってくれるようですが、その後の皿洗いなど片付けはやってくれないようです。楽しいことはやるって妖精らしいな。しかし可愛いらしいので、率先して片付けもやってあげたくなりますよね。
また戦闘力も弱く、最近戦闘部隊に入った冷戦に敗れています。ちなみにその後レミリアお嬢様から熱い激励が飛んでいますよ。レミリアお嬢様に叱られるなんて最高です。制服は東方3月製だと昨夜と同じメイド服にミニスカートで、リボンだけが違いますね。やっぱり作品ごとで衣装とか変わってくるのか。実のところズンさん曰く漫画での衣装などは特に指定はなく、各絵師さんが自由に描いているようですよ。東方3月製のミニスカートも素晴らしいですが、やはり秋枝先生の妖精もめちゃくちゃいいですよね。視聴者さんはどっちが好きか教えてくれよな。また漫画3月製ではロングヘアの均一的な容姿が特徴的。ちなみに3月製第1話では小悪魔や大妖精ですらまだないセリフをモブキャラながらいくつか与えられていますよ。東方3月製の妖精メイドは、大人っぽくて魅力的だぜ。幻想郷未発売で終わった文化新報には、コウマ館の妖精メイド募集広告が掲載されていて、待遇については、衣食住完備制服支給いたします。カリスマあふれる雇用主と優しい上司、たくさんの仲間ができる、給与は雇用主と相談。経験者優遇、と書かれていますよ。思った以上にめちゃくちゃシンプルな雇用募集で笑った。他にも幻想郷一番のおしゃれな職場で働きませんか？笑顔の溢れる楽しい毎日がここに、アットホームな職場ですなどと美麗なキャッチコピーが並び、昨夜さんと二人の妖精メイドが笑顔で写っています。妖精メイドは笑ってはいますが顔が引きずっていますね。ぜひとも私も妖精メイドを雇ってみたいですよ。お手伝いは何してもらいたいの？特に遊んでもらって大丈夫ですよ。あらま、意外とホワイトね。ただし妖精ちゃんはどんなパンティを履いているのか抜き打ちチェックはしますが、変態セクハラ上司だった。ということで次に紹介するのは、東方高魔教の4面道中で出現する小悪魔です。いわゆる今作の中ボスキャラです。小悪魔とは力の弱い悪魔の総称であって、個人名ではないんだぜ。ファンからはコアと呼称されますよ。彼女は大妖精と同じく性格は神主曰く、気まぐれでいたずら好きで、後先を考えずに行動する性格らしいです。高魔館に住み着いているんだが、パチュリーやその他高魔館の住人との関係は原作では不明なんだ。パチュリーが登場する4面の道中で登場するから二次創作ではよくパチュリーのお世話役で登場しますね。基本的にたくさんいる雑魚キャラの一人で、会話もなければ立ち絵もないんだぜ。新田俊平氏による暴月賞の4コマ版、東方暴月賞付きの稲葉と地上の稲葉では作中に登場するブンブン丸新聞掲載の写真に、小悪魔らしき人物が高魔館図書館内のプールがある場所に設置された海の家で料理を作る様子が描かれていました。プールができたことをいいことに海の家をやるなんて可愛いな。二次創作では図書館の司書や、パチュリーの身の回りを世話をしていたりしていますよね。また小悪魔なだけあって薄い本でも大活躍するキャラです。パチュリーはもちろん、同じ従者の昨夜とも絡みが書かれますね。小悪魔という名前から逆に胸はでかくした方が面白いという考えで、胸を書かれる場合はかなり大きく書かれることがあるよね。マリちゃんさんと同じように、正直お世話になった紳士たちはグッドボタンをお願いします。いや勝手に人を出しにしないでくれます？ということで次に紹介するのは、小悪魔の主であると思われるパチュリーのウレッジです。彼女は生まれ持った魔法使いだよな。強大な魔力を有するのに生まれつきの喘息と貧血のために、うまく魔法を唱えきれないというまさに宝の持ち腐れ。それはもったいなすぎやろ。しかしパチュリーは戦闘よりもバックサポートやものづくりで本領を発揮しますよ。喘息に加え、本の側にあるものこそ自分という考えをしているため、めったに図書館の外に出ず運動もしません。ぜひともパチュリーに払いザップに通ってほしいところです。普段は図書館に引きこもっている本の虫で、他者にあまり関心がないようですね。ただし節分や年越しなどの行事では高魔館内で他のメンバーと一緒に祝うようで、やはり高魔館のメンバーたちとはかなり仲がいいようです。レミリアとはパチェレミーと互いに相性で呼び合う仲だぜ。しかしいつから付き合いがあるかは詳しくは語られていないな。しかし仲の良さは本物で、東方地霊気伝でパチュリーがおそらく宮出口に乗っ取られて倒れてしまった時にずっとそばにいるぐらい心配していました。東方地霊気伝のレミリアがまさかの正統派ヒロイン的ポジションで好き。顔つきもいつもの可愛いか、怖いとかではなく美少女といった感じで名探偵コナンでいうところの蘭姉ちゃんやあゆみちゃんみたいな犯人に驚くポジでした。神主から愛される感じが伝わるよ。非常に心配していて、かなり付きっきりで見守っていました。またパチュリーも昨夜ともにレミリアのために桜の木で作られた模型をプレゼントしていますよ。パチュリーとは東方の組み合わせでも数少ない親友とされているしね。そしてエイヤ賞では昨夜曰く、うちにはもう知識人はいりませんわと言っているので、パチュリーがフランに色々教えているようですね。またフランからパチュリーについて言及されることはなかったのですが、なんと東方地霊気伝ではパチュリーに対して名前で呼称していたんですよ。また話が進むとまさかのあの魔女、とも呼称していました。レア中のレアだな。ということは意外と仲悪い？先ほども言ったようにパチュリーはフランの教育者係でもあるようなので、
少し厳しめな教え方をしているのか、もしかしたらフランから見ると面倒なやつと思っているかもしれませんね。うわぁ、めっちゃ意外な関係性だな。コウマ間組のあまり語られない秘密の部分に触れられた感じがするぜ。本当にその通りですね。ぜひとも家庭教師系のイチャイチャ本なんかお願いします。色々想像が膨らんじゃいますな。さてさて次に紹介するのは、コウマ缶の主であるレミリア・スカーレットです。我らの親愛なるお嬢様。コウマ缶の主である吸血鬼でコウマ教時点で500歳。つまり今年で520歳代となるってことか。まだまだ幼少期です。コウマ教の異変であるコウム異変の主犯であるほか、スペルカードルール制定のきっかけとなった吸血鬼異変の首謀者であると外来異変にて明言されていました。本命リンとは先ほど漫画の貸し借りするぐらい仲がいいと言いましたが、なんだったらちょっと舐められてるぐらいです。奇想天則でメイリンがレミリアに勝つと、あら、調子悪いみたいですね。昼間だからですかという煽りを入れてきます。メイリンの調子者やな。パチュリーといる時は見たこともないくらい二人はフランクな喋り方になりますよ。めっちゃ気になる。パチェ、どうしたの？レミリア、ほらさ、なんであんたも動かないのさ。ほよ。私は動いてるわよ。まだ。私は天気悪い中出かけたくないのよ。天気が良くても出かけたくないんじゃないの？雨でも晴れでも。晴れは天気悪いんじゃなくて？なんでもいいけどね。でも、私はちゃんと調べているわ。天気のことについて。パチェに任せてたらいつ解決するかわからないわ。といったように、無給に次ぐ、パチュリーも意外なセリフをレミリアの前で披露していますね。パチュリーがほよ？なんて使うなんてレミリアの前だけだろうね。しかも異変のこともありますが、天気の話というめちゃくちゃ世間話でした。そして直属の従者であるイザヨイ昨夜はレミリアが名前を与えたのです。イザヨイ昨夜なんていうかっこいい名前をあのネーミングセンス皆無のレミリアがつけたんだ。甲府スカーレットシュート。それ以外の生い立ちやコウマ間のメイド長になった経緯も不明ですね。名前についてはイザヨイつまり陰暦16日のことであり、昨夜を昨夜と捉えると16日の昨夜すなわち15夜のことで満月と何らかの関係があると思われます。また東方愚問式内でヒエダー級はイザヨイ昨夜の出自について、元吸血鬼ハンターであって、その後レミリアとの間で何かあり、最終的に公務異変、つまりコウマ教の時点までにコウマ間のメイドになったのではと推測されているぜ。あとエイリンとの関係性も気になるところですよね。かぐやと能力が似ていたりと、妙に色々と共通点があるよな。前回の隠れた人妻キャラでも言いましたが、エイリンはあのキャラとガチカップル説があるので、その子供だったら最高の展開ですよ。まあ、外の世界から来たらしいからほぼゼロだけどね。そしてレミリアには5歳下の妹にフランドールがいますね。原作でのセリフを見るとフランドールはレミリアをお姉様と呼び慕っています。フランはレミリアの名前を間違われた時に訂正していますね。その時のセリフがこちら。レイム、レプリカとかいう、悪魔のこと？フランドール、レミリアお姉様よ。へえ、意外にも様付けで慕っているんだな。しかしレミリアはエンディングであいつのことを忘れてたわと言っていますね。そしてレミリアが妹思いなところがわかるセリフがあるんですよ。レミリアはケイネと初遭遇時に、ケイネはフランの家庭教師としてどうかと昨夜に話しているんですよ。またスズナーンにて、イメージカット的かつ後ろ姿ではあるが、レミリアとフランがペットのチュパカブラを眺める様子が描かれているよな。また東方地霊記伝では先ほども言ったように、メイリンにフランが喉元を持っていたのですが、ただ単に取り憑かれていたことに拍子抜けした時、レミリアがそのフランの可愛い仕草にクスッと笑うという、妹好きなお姉さんらしい仕草がありますね。東方地霊記伝のレミリアマジで美女すぎて好き。そんなにレミリアはたくさんの妖怪たちを従えていてカリスマ性は抜群。さらに待遇も、部下にも優しいだけではなく、新たな社員も迎え入れるという器の広さも見せたのです。なるほどあの子たちね。彼らも迎え入れたのです。ということでレミリアが最近新しくコウマ間に迎えたのは、ホフゴブリンです。外の世界に出稼ぎに行った座敷わらしの代わりに、似たような妖怪としてゆかりによって海外から幻想郷に連れてこられた妖怪だぜ。どう見てもヤバそうなんですが、人間に友好的で、人間の家に住み着いて家事をしたり、家に繁栄をもたらすことから、西洋版座敷わらしとしての働きを期待されていました。しかしやはり見た目が怖いことから人間には大不評。結局人間の里から追い出された上、座敷わらしが帰ってきたことでお役御免となってしまうのです。いやーん、かわいそうすぎる。霊務部長のところに預けてあげなよ。いやそういう展開は好みではないです。人間の里から追い出されたホフゴブリンは全滅したかのように見えたのですが、その勤勉な性格を買われ、なんとコウマ間で雇われることになったのです。昨夜以外のスタッフは妖精メイドくらいだったコウマ間において、西洋妖怪の働き手はまさに適材適所と言えますよね。500歳児のわがままにも丁寧な仕事をしているようだぜ。見た目とか関係なしに受け入れる器の広さはレミリア・スカーレットというキャラクターの非常にいいところですよね。前回の推しキャラ愛した理由まとめでも言いましたが、レミリアのこういうカリスマ性が惚れたと言っていましたよ。これがレミリアが人気キャラクターになった理由なんだろうな。
またこれは、移民問題についての話でもあると思われますね。同じ作品の東方茨河線でレミリアが言った、タンポポ苦いの話でも移民問題についてだったもんな。そんなレミリアはペットも飼ったことがあるのです。東方スズナーンより登場しました。レミリアがどこかから見つけてきたペットのチュパカブラ。見た目などはチュパカブラのイメージそのままだぜ。長い爪と鋭い牙を持つすばしっこい生き物で、性格は凶暴かつ臆病。好物は動物の血とお酒というペットにしては絶対にいけない生き物を飼い始めたのです。懐の広さがサンズの川の川幅並みに広すぎる。スズナーン作中ではコウマ館から逃げ出して、人間の里で騒ぎを起こしますよ。見た目とか気にしないところ、妖怪の性質なのかレミリアの感覚的なところか気になるところだよ。ということでラストに紹介するのは、悪魔の妹フランドール・スカーレットです。東方コウマ教 EX ステージボスで、レミリア・スカーレットの妹だぜ。フランというのは初期の頃からキャラがつかみにくいキャラとして知られています。もともとは人気投票もキャラが少ない中で15位とそこまで高いものではありませんでした。しかしながら書籍作品などで、少しずつ彼女について割れ始めてきて、徐々に人気を集め始めたキャラクターなのです。元より難しい会話が多いコウマ教のみならず、書籍版文化庁でも普通とは尺度の違うセリフを見せ始めたよな。そんな言葉の端々からフランドールは大いに魅力を感じさせてくれるキャラではあったのですが、それでも出番は非常に少ない。しかし、2019年10月の東方地霊記伝が始まり、ここでついにフランドールについて語られ始めたのです。最新のフランドール・スカーレットについて語られていて驚いたぜ。この3ヶ月で、それ以前で語られなかった部分を無冠の底並みにフランについて供給されたのです。例えば、故障はフラン様、何でも壊せるため、出ようと思えば牢から出られる。敵と認識すれば暴力は厭わない。本命輪の秘密を知っている。気質は違っていますが、物事への価値観は持ち合わせている。などなど衝撃の事実がたくさん載せられていました。おそらく今までは、二次創作で扱いやすくするために登場をあえて伏せていたようだけど、ここに来てついに登場し始めたよな。これは私の推測ですが、東方強力異文でフランドール・スカーレットを出すために、先にフランについて語っておこうという前置きのためではないかと思われますね。確かに東方強力異文は2019年10月6日の第6回白霊神社秋季例大祭の2日前に、情報が公開されて時期がぴったりだもんな。また先ほどの話に戻して、いつでもコウマ館から出られるというのはかなり衝撃的なものでした。というのはもともと二次創作ではレミリアが精神的に不安定なフランドールを閉じ込めていたと思われていました。つまりそれが、完全に否定されたってことになるのね。そして大事なのは最後の話で、自分が作ったものを誰かに片付けられるくらいなら、誰かが作ったものを片付けた方がいい。第3話後半にてそんなことをフランが語っていたのですが、これは恐ろしい考えではあるのの、彼女なりの価値観を持ち合わせているということです。思考力がない狂気の化け物、というわけではありません。狂っていると言っても残酷な性格でもなければ、快楽殺人者でもないことがわかりますね。妖怪らしく価値観がずれているだけで、まともな人格はあると推測できます。確かに二次創作ではキャハハハ、壊れろというのが定番だけど、吸血鬼という妖怪らしく怖さがあるがサイコパスというわけではないってことだな。まさか約15年間ぐらい謎のままだったフランドールについて語られてとても衝撃的でした。プレイヤブルキャラにもなっているし今後どんどん活躍していく可能性があるから楽しみだな。コウマ館組について知りたい方はぜひとも東方地霊記伝を読んでみてくださいね。本当にここまでご視聴ありがとうございました。ところで新たな事実が明かされ始めてきて、今年の東方プロジェクトはさらに盛り上がっていきそう。次回は東方地霊記伝の最新話、つまり霊夢たちの最新の動きについて語っていきますよ。あのキャラたちがなんと再登場するのですが、衝撃の秘密が書かれていた。